もし日本にいる時に高い熱が出たり、お腹が痛くなったり、転んで怪我をしてしまったら、日本の病院はどうやって行くのでしょうか。今日は海外の方が日本に来た時、急に具合が悪くなっても慌てなくて済むように、日本の病院に行く流れをお話しします。皆さん、こんにちは。今日は日本の病院に行く時の流れをわかりやすくお話ししていきます。病院に行く流れももちろんそうですが、この動画を聞いていると自然に日本語の使い方が分かってきます。病院に行くことなんてないよ、なんて言わずに、ぜひ自然な日本語に触れてみてくださいね。では、体調が悪くなった時、まずは近くの病院を探すところから始まります。日本ではホスピタルというと大きな病院のことを指します。大きな病院は紹介状が必要です。紹介状がないと時間もお金もすごくかかります。なので最初は家の近くにある小さな病院へ行きます。こういう小さな病院はクリニックと呼ばれることもあります。風邪やお腹が痛いときは内科へ行きます。耳や鼻の調子が悪いときは耳鼻科です。目が痛いとき、目がかゆくてたまらないときは眼科に行きます。どの病院に行けばいいかわからないときは、事前にインターネットで調べておくと安心です。病院によって専門が違うので、症状に合ったところを選びましょう。行く前に電話で予約が必要かどうか、診療時間は何時までなのか、確認しておくと安心です。病院に着いたら、まず受付へ行きます。少し緊張するかもしれませんが、大丈夫です。日本に住んでいる人は、健康保険証を持っていきます。もしくは、今ではマイナンバーカードですね。保険証があると支払う金額が安くなります。保険証がないと全額負担になるのでとても高くなります。旅行中の人は海外旅行保険などを確認しておきましょう。受付に着いたらこう言います。すみません。初めてです。熱があるので来ました。ゆっくりで大丈夫です。はっきり話せば伝わります。そうすると受付の人が問診票をくれます。問診票は今の体の状態を書く紙です。落ち着いて書きましょう。名前、住所、電話番号を書きます。そして、いつから、どんな症状があるかを書きます。例えば、昨日から熱があります。咳が出ています。喉が痛いです。などです。今までにかかった病気やアレルギーがある人はそれも忘れずに書きましょう。わからない漢字があっても大丈夫。スタッフに聞いてください。熱は何度ありますかと聞かれたら、朝や来る前に測った体温を書いておきましょう。その場でもう一度測ってくださいと体温計を渡されることもあります。問診票を出したら待合室で待ちます。日本の病院の待合室では大きな声で話さないのがマナーです。具合が悪い人がたくさんいる場所なので静かに過ごします。スマホもマナーモードにしておきましょう。順番になると名前を呼ばれたり、看護師さんが案内してくれます。案内に従っていきましょう。さあ、診察室に入ります。お医者さんが症状を聞いてくれます。例えば、こんなことを聞かれます。今日はどうしましたか？これは、今日はどうしてきましたか？どんな症状ですか？という意味です。そして、いつからですか？
これはいつからその症状が始まりましたかという意味です。短い文で大丈夫です。答えてください。また、こんなことを言われることがあります。口を大きく開けてください。深呼吸してください。これは体の状態を確認するための言葉です。わからないときはもう一度ゆっくり言ってくださいと言って大丈夫です。診察が終わったら受付へ戻ります。そこで会計をします。日本では多くの場合、診察の後に支払いをします。今ではクレジットカードを使える病院もだいぶ増えてきました。使いたいときは確認してくださいね。そこで領収書と処方箋をもらいます。処方箋は薬の名前が書いてある大事な紙です。なくさないように気をつけましょう。日本では多くの場合、薬は病院の中ではなく別の薬局でもらいます。これを院外処方と言います。処方箋を持って近くの薬局へ行きましょう。薬局に着いたら処方箋を出します。薬剤師さんが薬を準備してくれます。お薬手帳を持っていますかと聞かれることがあります。持っていない場合は持っていませんと言って大丈夫です。すると看護師さんが飲み方を説明してくれます。飲み方について。まず、食後に飲んでください。これはご飯を食べた後に飲むことです。1日3回です。これは朝、昼、夜の3回のことです。もしくは回数で飲むタイミングを朝、昼、寝る前など薬剤師さんが説明してくれます。わからなかったらそこで遠慮せずに聞きましょう。薬をもらったら終わりです。日本の病院に行くのは最初は緊張するかもしれません。でも流れを知っていれば怖くありませんよね。今日はお話しした中でも覚えてほしいのはたった3つです。1、最初はクリニックへ。2、受付では初めてですという。3、処方箋は薬局に持っていく。この3つです。準備しておけば心にも少し余裕が出てきます。具合が悪くなったら我慢しないですぐ病院に行ってください。この動画があなたの安心につながれば嬉しいです。皆さんの健康、旅の無事を心から願っています。はい、今回はここまでです。今日は日本の病院に行く時のお話をしました。皆さんの国の病院も同じ感じでしょうか？日本ともし違うところがあったらぜひ教えてくださいね。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。それでは、またね。